今回はオープンフロントガーメント、ジャケットなどの上着を着た際のドローについて紹介します。まず、なぜドローするのに邪魔な上着をわざわざ着るのかということについてですが、衣服には体温維持、外傷の予防、防虫などさまざまな利点があります。その中でも今回は武器を隠し持てるという点にご注目ください。それでは銃を抜く前にホルスターを見てみましょう。前々回でも説明しましたが、このホルスターは通常のヒップホルスターよりも、位置が高くなるようになってますよね。こういうのをハイライドと言います。銃がこう上着の裾から低いと出ちゃうので、高くなるようにしてあります。こっちのホルスターは角度がついてますよね。銃が斜めに保持されています。こういうのを FBI カントと言ったりします。カントは傾きとか斜めとか傾斜という意味です。この角度がついていることでより見えにくい、腰の4時歩4クロックに銃を携行し、ドローすることができます。それではまず実演してみます。ホルスターの位置が3時でも4時でも、手順に大差はありません。まず利き手で裾を払うんですが、払った後で、手がグリップの上に来るように、胸と脇腹の間あたりに、指かけましょう。ここで注意してほしいのが裾を払う力です。裾が背中まで飛んでいく勢いで払ってください。払う力が弱いとグリップを使う前に裾が戻ってきてしまってうまくドローできないことがあるので、しっかり意識して払ってください。そうしたらあとはいつも通りドローするだけです。両手でグリップを作って、ターゲットに向かって素早く静かに銃口を向けます。次はカウントドラキュラドローストロークです。センチネルコンセプツのスティーブ・フィッシャーさんが行ったドローです。サポートハンドで裾を持って大きく斜め上に引っ張り上げることで反対側にあるホルスターを露出させることができます。利き手で払う動作がないので、利き手は上着を着ていない時と同じ動きだけで済むっていうのが利点です。あとですね、やる時の注意点なんですけど、まっすぐ引っ張っちゃうと、マグホルダーとかに引っかかっちゃうことがあるので、若干回すといいと思います。ですね、ただこのドローちょっと欠点があって、片手でのドローに対応してないんです。手に何か持っている時は、離さないとドローできないっていうこともあります。次はウクライナの謎の早打ちおじさん、欧米さんの得意なドローです。サポートハンドを、サポートハンドで、勢いよく裾を払うのではなく押してクリアするのが特徴で、ドラキュラドローと同じ利点があります。もう右だけドローに集中できるっていう。ただし裾から遠い方の手を使うので、十分に裾を払うには、肩を少し回すか手を早く動かす必要があります。ところがそうすると割と大きな反作用が発生しますし、背中の筋肉がですね、こうバネのように、反発して、体勢が崩れやすくなるので、相当な練習をするかゆっくりやらないと正確に初段を打つのは難しいのではないかと思います。次はクロスドローです。見ての通りホルスターが反対側にあります。メリットを列挙しますと、椅子に座った際、こうグリップが後ろに、背もたれに当たりにくいので、違和感が小さいです。オープンフロントなら、上着を払うと同時にグリップ掴みに行けますし、むしろ払わなくてもドローはできます。他にもこうグリップを掴んだまま腕組んでおけば、即座に、抜くことができます。またサポートハンドだけでもドローできます。この手のひらを返すドロー、キャバルリードローと言います。キャバルリー、騎兵の名の通りウエスタンムービーなどでたまに見られます。あと細かいところでは警官がテイザーガンをクロスドローで携行していることがあります。最初の頃はピストルと一緒に、利き手側に、装備してたそうなんですが、いざテイザーを使おうとした時間違えて地弾を
っていうことがあったんじゃないかと、風の噂で聞きました。で、メリットばかり述べましたが、クロスドローには大きな欠点があります。ドロー時に、銃口が横を向きやすいです。なので射撃競技では普通は使用禁止です。キャバルリードロー同様にスイープ、銃口を体に横切らせやすいという欠点があります。最後にショルダーホルスターでのドローです。ショルダーホルスターと一口に言ってでもですね、銃が水平を向くホリゾンタル、銃口が下を向くバーティカル、それと反対向きの、アップサイドダウンなどいろいろありますが、今回はバーティカルで、装着して説明してみます。ドローする際はですね、とにかくサポートハンドにスイープしやすいんで、しっかり肘を上げてドローしてください。やってみると分かるんですが、クロスドローとよく似てます。メリットデメリットもほとんど同じです。利き手だけでもドローできますし、この腕組みチート、これも使えます。素早く抜くのは、なかなか難しいんですけども、一応サポートハンドだけでもドローできます。こういうことがあるので、ネクタイはタイピンで留めるのがいいと思います。ここで、ちょっと、新製品の紹介をさせてください。ウォンバットウェルトの新しいバリエーションができました。裏面がマジックテープになっていて、こういったスーツでも、こういうインナーアウター式のベルトが、見た目に違和感なく使えると思います。よろしくお願いします。以上です。次回はクローズドフロントガーメント、前が開かないフィガのドローです。